ゲームのコンセプトとしてはもう1にも2にも、怖いと、めちゃめちゃ怖いっていう、もうとりあえず作っていこうっていう。で当然そのゲームっていう、意識よりもその怖ければいい、怖いっていうことをその中心とした、ホラーエンターテインメントを作っていこうっていう考えをまず第一に置いて、であとはその次世代機、ならではのっていうパワーある映像と、サウンドによってその怖さをもっと今までなかったような新しい形で、表現していこうかなっていう、そういうところがコンセプトの、柱にあったっていう。クリス・レッドフィールド、アルファチームの操縦士、ニューヨーク出身。卓越した操縦技術を持ちながら3年前に空軍を除隊、ラクーンに流れてきてなぜかスターズに入隊。以後バリーと組んで数々の作戦を成功に導いたものの、多くの始末書も残している。優れた観察力と洞察力を兼ね備え、射撃の腕もチーム随一を誇るが、時々見せる怠け癖が玉に傷の男。ジル・バレンタイン、アルファチーム所属の爆弾処理担当。本人は入隊した動機を市民を脅かす悪者が許せなくてと言っているが、本当のところは生きてるって実感できるような体験をしたいということらしい。手先が器用で爆発物の取り扱いに素晴らしい才能を発揮し、どこで覚えたのか錠前外しの妙な特技と相まって案外チームに貢献している。バリー・バートン、アルファチームの火器担当。この道16年のベテランで、特に火器関係の知識の豊富さは単なる必須を超えている。正義感が強すぎるため切れると歯止めが効かなくなることもあるが、普段は妻と2人の娘の写真を肌身離さず持ち歩いている家族思いの優しい男。レベッカ・チェンバース、ブラボーチーム所属の衛生担当。わずか18歳にしてスターズの試験をパスし、今年入隊してきた天才少女。無論彼女の経験が買われたわけではなく、その並外れた科学知識がタイに必要だと判断されたためらしい。ともあれ彼女自身はそんなことを鼻にかける様子もなく、ごく普通の新米同様、緊張と期待でコチコチに固まっている。アルバート・ウェスカー、スターズの隊長。生物工学のスペシャリストで、スターズに資金援助を行う巨大製薬会社アンブレラ社から派遣されて隊長に就任。普段は温和で隊員にも公平に接し、非常時には冷静かつ的確な指示を下すため、隊員たちからは厚い信頼を得ていたが、よくゲームなんかで軍隊とか警察とか一緒くたにされてるんで、その辺もっと警察は警察っていう、とにかく基本はリアルにと。でリアルでかっこいい人たちが画面で活躍すればすごくいいんじゃないかっていう。普通はやっぱみんな一緒なんですけど、デザイン自体やっぱ個性づけ、一人一人の個性づけがあった方がいいんじゃないか。昔の映画じゃないですけど、グレン隊みたいな人たちって割と軍服でも思い思いの着てますよね。ああいう感じでみんな思い思いの個性づけのある、女の子は体のラインがちょっとはっきり出るセクシーな衣装の方が可愛いし、男の人はナイフとか刺さってる方がかっこいいし、パッと見てこいつはナイフつけてるし強そうなやつだとか、そういう印象があった方がいいなっていうんで、みんな変えてみました。バイオハザードは近未来のアメリカを舞台に現実的に起こり得る恐怖の事件を描いている。細部まで計算されたストーリーは、ゲームというよりはプレイヤーが主人公を演じる映画のようだ。ストーリーはマルチシナリオを採用し、プレイヤーの行動や選択によって多彩な展開を見せる。このため一度や二度のプレイでは全てを見ることは不可能と言える。
is it? What the hell? バイオハザードがこれまでの RPG と大きく違う点は、ゲームの目的が敵を倒すことではないという点だ。恐怖をメインテーマに置いているこのゲームでは、モンスターが圧倒的な強さで襲いかかってくる。このためプレイヤーは敵を倒す前にまず自分が生き残ることを考えなければならない。プレイヤーの一瞬の油断と判断ミスが命取りともなるサバイバルホラーなのだ。怖さをまず出すためにどこら辺で持っていこうかなっていう。でやっぱり怖さを出す時に敵を中心にちょっと考えてみようかなっていう。で今まではその心霊門とか、まあそういう学校であったなんか噂とか怖い話とかそういうやつは多分出てたんで、ちょっと他が出してこないような怖さ、犬とかに噛みつかれるような痛さとか、そういう引き裂かれるような爪で鋭い、そういうなんか理解しやすいような怖さを表現できたらいいなっていうふうなところで、生きた、生物に襲われるっていうところを中心に考えていったわけですけど。Chris, this house is too dangerous. There are terrible demons. Ouch! Rebecca, no, it's no use. The roots of it are in the basement. You could... Whoa! ゾンビ。事故によって体内に漏れ出したタイラントウイルスの変死体に侵された研究員の慣れの果て。1号館の中をさまよう彼らは強烈な飢餓感に突き動かされているだけの存在だが、わずかに残る生前の習慣によってドアを開閉できる者もおり油断できない。ケルベロス。タイラントウイルスによって犬の DNA を書き換えられて作られた生物兵器。外見はやや大きい犬といった程度でさして特徴もないが、体内はウイルスによって筋力や闘争本能が飛躍的に強化されている。ハンター。タイラントウイルスの開発により完成を見た人間ベースの生物兵器。このニックネームの由来は仲間との見事なコンビネーションで狩りを行うことから開発者に名付けられたもの。ウェイブスピナー。生物兵器開発の初期段階で遺伝子操作により作られた巨大群。兵器としての実用性が期待できずに研究は打ち切りとなったが、この実験体によりタイラントウイルスの原型が発見された。ヨーン。爬虫類の遺伝子操作で作られた実験生物が事故で漏れ出したタイラントウイルスの変死体に侵されて巨大凶暴化したもの。プラント42。観葉植物にタイラントウイルスを注入した結果、巨大に成長した怪奇植物。ネプチューン。ウェーブスピナーの開発段階で発見されたタイラントウイルスの原型を魚に投与して作られた生物兵器。キメラ。人間と昆虫の遺伝子操作により生まれた昆虫人間。攻撃力は高いが知能が極めて低いために生物兵器としての実用は見送られていた。タイラント。
成人した人間にタイラントウイルスを投与し作り出された最強の生物兵器。しかし開発途中で事故が発生したために完全体とは言えない。一番最初は全部クモとかサソリとか実際にいる生き物でやろうと思ったんですけど、作っていく途中でヘビとかクモとかばかりだとつまらない。でそこにやはりうちのゲームならではのデザイン的なオリジナリティがあったらいいんじゃないかっていうんで、本当に動物園に行ったら見れそうな架空の敵とかそういうのをこう作っていきました。普通の人っていうか、一般の人たちはやっぱ視覚から入ると思うんですよ、怖さっていう。雲が出たら雲嫌いな人はうわ雲だ嫌だって思うし、蛇が出たら蛇嫌いな人はうわ蛇だ嫌だって思うし、ハンターっていう敵がいるんですけど、大きな手で爪がついたやつがいればこれに切られたら痛そうだとかって、こういろんな人がやってくれるゲームなんで、いろんな人が見た時にこれは嫌だとかこんなことはされたくないって、そういう思える部分を作ってやるっていう部分に気をつけましたね。初心者にとって非常に辛いかなと正直言って、で慣れてくるに従って難易度でぐーっと下がってくるっていう。でマップを覚えて、でアイテムの場所とか覚えていって、で攻略ルートであるとかその敵のセットであるとか行動パターンを読んで、行動することによって難易度がぐんぐん下がってくるっていう。バイオハザードは限りない恐怖を追求したホラーエンターテインメントとして、恐怖を与える存在となるモンスターを人間よりはるかに強い設定にしている。このためゲームとして見る限り難易度は非常に高いと言える。そこでカプコンのスタッフが教えてくれたゲーム攻略のヒントを紹介しよう。クリスでプレイをする時だけに出現するアイテム、小さな鍵。館の中には小さな鍵を使用することで引き出しを開けることのできる机がいくつかセットされている。引き出しの中にはよりスムーズな攻略が可能となるアイテムが隠されているから必ず手に入れよう。ジルでプレイする場合はバリーからもらえるキーピックで小さな鍵を代用することができるから覚えておこう。館内には至る所に3種類のハーブがセットされている。ハーブは体力回復や毒消しに使用できる重要なアイテムだ。レッドハーブはグリーンハーブ、ブルーハーブと調合することでその効果を2倍にすることができる。3つのハーブを上手に使いこなすこともゲームクリアのポイントだから覚えておこう。無理に戦わないっていうとこがまず最初は大事かなっていう。で慣れないうちにやっぱりその全部倒してで戦ってっていう。で無理に戦うと死んじゃう敵も結構いるんで、今までのそのゲームの概念でいくと敵は倒すものっていう必ずあると思うんですけど、それと同じ感覚でやってると初心者にとってはかなり辛いかなという。やっぱりで物によっては逃げるっていうことも場合によっては必要かなっていう、このゲームは。あとは武器の設定で、いろんな武器あるんですけど、特にボスなんか弱点あって、例えばこいつにはグレネード弾の例えば硫酸弾あるんですけどとか、いろいろ火炎弾とかいろいろあるんですけど、その硫酸弾が効くぜとか、硫酸弾だったら2発とかそんなんで死んじゃうっていう、
ものもあったり、そういう武器によって相性も若干あるんで、それをどの時点でいかに早く気づくかっていう部分でこれが若干楽になったりしますけど。ゾンビは動きが遅いので落ち着いてさばくことが大切だ。近距離での戦いはできるだけ避けて距離を取って戦うようにしよう。ゾンビはナイフでも倒せるので、ここで弾を節約するのもいいかもしれない。ケルベロスは群れで襲いかかり動きも素早いためショットガンが有効だ。とは言っても下手に戦おうとすると逆にやられてしまうことになりかねない。無理はせずに逃げる方が賢明だ。ハンターは動きが素早い上に一発アウトの首狩りがあるので要注意だ。ジャンプしたところを狙って撃ち落とし、地面に落ちたところを下打ち連射だ。カラスやハチなど空を飛ぶ敵には攻撃範囲の広いショットガンが有効と言える。特にハチはショットガンがなければ倒すのは非常に困難だ。攻撃を受けると毒に侵されるため逃げる方が賢明かもしれない。ウェーブスピナーやブラックタイガーには火炎弾が最も有効だ。その他の武器で戦う場合には時間がかかるために毒液をうまくかわすことが攻略のポイントと言える。ヨーンを倒すために最も有効な武器は硫酸弾だ。頭部が弱点なので集中的に攻撃しよう。接近戦は絡みつかれる恐れがあるので距離を取って回り込みながら攻撃するのがポイントだ。キメラにはグレネード通常弾が最も有効だが、天井にへばりついて歩くために非常に当てづらい。そこで敵に背を向け逃げる姿勢を取ると地面に降りてくるので、その時を狙って攻撃しよう。タイラントはこちらの攻撃にひるむこともなく連続的に攻撃してくるため接近戦は非常に危険だ。そのため距離を取って攻撃し、攻撃しては逃げるといったヒットアンドウェイで戦うのがベストと言える。ゾンビなど複数の敵が襲いかかってきた時に有効なスペシャルテクニックがベレッタの連射だ。構えボタンとショットボタンを同時に連打することで通常より速い連射ができるから挑戦してみよう。
多分ベストエンディング見るまでに、ゲーム3回ぐらい4回ぐらいプレイすれば多分それぐらい見れるんじゃないかなと、一般のユーザーでそれぐらいのところに調整してるんですけど。 There is 3 minutes until explosion. バイオハザードでベストエンディングを見るためには、最終ステージクリア時にクリスの場合はレベッカとジル、ジルの場合はバリーとクリスを連れていなくてはならない。このうち最も困難と言えるのが、クリス編で牢屋に捕らえられているジルを救出することだ。ジルが捕まっている牢屋を開けるためには、地下研究所に隠されている3つのパスコードを集めなくてはならない。1つ目のパスコードは研究員の個室に隠されているが、この部屋には4体のゾンビがセットされていて、ゾンビを倒さずにパスコードを入手することは非常に困難。地下研究所に来るまでにどれだけの弾を節約できるかが重要なポイントになる。また圧倒的な数のゾンビに一度噛みつかれたら逃げ出すことは不可能だから、慎重にプレイしよう。2つ目のパスコードは動力室に隠されている。ここで行く手を阻むキメラを倒すには、武器の確実な操作と高度なテクニックが必要だ。3つ目のパスコードは死体置き場に隠されているが、この部屋でパスコード出力装置にたどり着くためには複雑なパズルを解かなくてはならない。パズルを解くことに失敗すると毒ガスが発生する仕掛けになっているから、毒消しアイテムと体力回復アイテムが必ず必要だ。パスコード出力装置からパスコードを手に入れるためには MO ディスクが必要になるため、地下研究所に来るまでに必ず手に入れよう。数々の難ステージを乗り越えベストエンディングにたどり着いた君にはこんなお楽しみが待っている。それはベストエンディングを見た君だけに贈られるドレスルームの鍵だ。この鍵を使えば1番館に隠されたドレスルームでクリスまたはジルのコスチュームをチェンジできる。革ジャンにチノパンと一層ワイルドに決めたクリス、ちょっぴりセクシーなジーンズ姿のジル。普段とは違った雰囲気でゲームを楽しみたい君はぜひ挑戦してほしい。さらに3時間以内の最短クリアでエンディングを迎えると、タイラントを倒したロケットランチャーを手に入れることができる。これを手に入れた君はバイオハザードを制したも同然。無敵のロケットランチャーで凶悪モンスターも恐れることはなくなる。恐怖をテーマとしたバイオハザードの制作にあたってカプコンのスタッフが最もこだわったのがリアリティの部分だ。このリアリティを出すためにゲームの中には様々な工夫がされている。ストーリーの導入部やエンディングに実写を採用しているのもその一つだ。撮影では映画やコマーシャルで活躍している専門のスタッフが集められ、特撮技術などを生かした本格的なロケーションが行われた。またゲーム画面のリアリティを出すためにも新しい技術が使われている。テクスチャーマッピングを使って
ポリゴンで表現された画面の質感やモーションキャプチャーを使って取り込まれたキャラクターの動きなどはこれまでのゲームにはなかった美しさとリアリティだ。まずゲームスタート始まるまでに、なぜこういう洋館に閉じ込められたのかとかで、どういう怖さがっていうそこにあってっていう、そこからもう命からがら逃げてで追い詰められてもうここから逃げれないよっていうで、そこからどうしますっていう、あなたはっていう、こんな恐ろしい生物がいるところでっていう、どうやって生き残るんでしょうかっていう、そういうまあ意味付けっていうか、それをまずきっちりやりたかったっていうのと、あとそれとは別個にしてもう32ビットやし、インパクトのある、とりあえず1話にもガーンとこれはすごいでっていう、そういう映像をこのゲーム画面上ではできないことをオープニングとかエンディングで見せて、ちょっと度肝を抜きたかったなっていう、そういう意図があったんですけど。とにかくね、部屋の中を自由に動き回れるっていうゲームなんですよ。で部屋作ってプレイヤーを歩かして、ただそれだけでも多分十分楽しいと思うんですよ。だからそれを楽しくさせるために人を歩かすっていうこと一つとっても、人間の歩きの重心の移動とかそういう部分全部考えて作ってるんで、雲一匹歩くにしても雲こういう足があってどういう順番で足出すかって多分わからないと思うんですよ。それまでちゃんと考えて、実際の雲が動かすのと同じ順番で足動かしてるんで、そこにいる画面の中にいる雲はもう普通の世界にいる雲と何ら変わらないと思ってもらっても十分です。リアルっていうところを追求するので、技術的に言うと今までにない技術として、モーションとかを使ってプレイヤーの動きとかをリアルにして、あと敵とかその他人間の形じゃないものまでも動きをリアルに作って、でモーションで作ってその動きを表現するっていうところと、あとテクスチャーマッピングについてもできるだけリアルに質の高いものを使ってリアルに表現しているという、その辺に苦労しました。あとイベントに関しても映画を意識して、その映画のような作りで、人たちプレイヤーたちが会話してっていう、できるだけ自然にそのイベントを見せるっていうところとか。ゲームの魅力はいくつかあるんですけど、まずは、すごく映画を意識した、ホラー映画を意識した、すごく凝ったリアルな演出と、あとサウンドですよね。であとは主人公のかっこよさの部分で、銃もいろんな種類、持てるようになってて、でその銃によって撃つモーションであるとか、敵に与えるダメージとか威力とか、そういうのも全然効果が違うんで、そういうのもすごく楽しんでほしいなっていう。であとは敵のリアルで細かい動き、そこら辺もちょっと楽しんでほしいな。今回我々にとって初めてのオリジナルタイトルで、これ買っていただいた皆さんが、どない思うか、いろいろ感じ方があると思うんですよね。我々怖さを追求したけれども、こんな怖ないよとかですね、うちの子供が泣いてしまったとかですね、いろいろあると思うんですけれども、やっぱ我々っていうのはこのバイオハザードっていうこういう恐怖を扱ったものっていうのは今後、一つの大きな柱として育てていきたいというのは私自身思ってます。で当然、2っていう話なんですけれども、これは現状考えております。で、皆さんぜひ2、1よりもはるかに怖い2というのをちょっと楽しみにお待ちいただければと思います。もうこの手伸ばしたってその涙拭えないよ。きっと迎えに行くから微笑みは絶やさないで。約束は熱く強く戸惑い断ち切って、人の波に君がかすんでも振り返らないよ。目を閉じればいつだってすぐそばで見つめてるじゃない。夢で終わ
よならを超えてまた抱きしめたいのさもう夢で終わらせないちっぽけな願いでも風を旅にしてレールの上歩いてゆこうおい末利お前ら顔色悪いんちゃうかそこ休んどけ振動するサバイバルホラー誕生バイオハザードデュアルショックバージョンカプコン今度はゾンビがブールブールバイオハザードデュアルショックバージョンカプコンちょいちゃん金まだかガタガタ言うな見捨てるもんがガタガタ言って持っていく振動するサバイバルホラー誕生バイオハザードデュアルショックバージョンカプコンカプコンフレンドリークラブの皆さんこんにちは。パブリシティチームの浦沢香菜です。今日はですね7月18日大阪エキスポランドにオープンしましたホラーハウスナイトメアに遊びに来ております。全世界で大ヒットしたカプコンのゲームバイオハザードを題材にこのホラーハウスは作られているんですね。なんとここは日本初の2階建てなんですよ。それでは中に入ってリポートしてみたいと思います。行ってこいかな拾ってやる。ちょっと誰もいないじゃないですか。ちょっと誰もいないですよ。自分で開けるんですか。邪魔します。どっから行けばいいんですかね。やばいやばいやばい人がいる。ごめんなさい。扉がいっぱいあるよ。どうしよう。そこを進むの。ごめんなさいごめんなさい。電気消えちゃった電気消えちゃった電気消えちゃったやばいやばいやばい。大丈夫。挟まっちゃったね。大丈夫ですかねゾンビ。これちょっとお触りなしですよこれ。やべえ超怖い超怖いよ。